2025年、アメリカ政府がケネディ大統領暗殺の機密ファイルを一度に公開した。その数8万ページを超える。半世紀以上伏せられてきた文書が黒塗りを外して表に出た。これはその膨大な記録から一次資料が実際に語ることだけをたどる地図だ。公開のきっかけは2025年1月に署名された大統領令だった。国立公文書館は同じ年の3月からケネディ暗殺の記録を段階的に公開していった。2025年だけでその数は2500を超える文書8万ページに及ぶ。ただしその多くは以前から公開されていた文書だ。今回新ただったのは文書そのものではなく黒塗りが外されたこと。それによってこれまで隠されてきた人名や作戦名、金額が初めて読めるようになった。ファイルはCIA、FBI、議会の調査委員会などが残した実物のスキャン文書としてそのまま閲覧できる。事件が起きたのは1963年11月22日、テキサス州ダラスだった。パレード中のケネディ大統領が銃撃され、その日のうちにリー・ハーベイ・オズワルドが容疑者として逮捕された。だがオズワルドは2日後移送中にジャック・ルビーに射殺され、本人の裁判は一度も開かれなかった。政府の調査は2つの公式な結論を残している。1964年のウォーレン委員会はオズワルドの単独犯行であり、共謀の証拠はないと結論付けた。一方、1979年の下院の特別委員会は、音響の証拠をもとに共謀の結果である公算が大きいと異なる判断を示した。ここで一つ補助線を引いておきたい。この事件の背景には、冷戦下のキューバ問題があった。カストロは1959年にキューバを共産化し、ソ連に接近した指導者だ。アメリカはそのカストロ政権の打倒を目指し、CIA は反カストロのキューバ人亡命者を支援していた。一方のオズワルドは、キューバ寄りの活動家として知られ、暗殺の直前にはキューバへ渡るためのビザを求めて動いていた。だからこの事件には、至るところにキューバの影が差す。これから出てくるキューバは、すべてこの冷戦の構図の上にある。2025年の公開で、とりわけ注目を集めたのは、一人の CIA 職員の個人ファイルだった。ジョージ・ジョアニデスは、反カストロのキューバ人亡命者団体を密かに運用していた。公開された文書の一つには、彼がハワード・ゲブラーという偽名と、偽の運転免許証を与えられていたことが記されている。その団体は、暗殺のおよそ3ヶ月前、オズワルドと公然と衝突し、その様子を記録していた。文書によれば、CIA がこの団体を運用していた事実を公式に認めたのは、暗殺から62年後の今回が初めてだった。さらにジョアニデスは、1978年に議会が再調査を行った際、その連絡役を務めながら、自らの過去の役割を明かさなかった。CIA は後にその連絡役を含む働きを評価し、彼に情報勲章を授与している。ここで文書が示すのは、接触があり、それが長く伏せられていたという事実であって、CIA が暗殺に関与したという証明ではない。ファイルは、暗殺の前のオズワルドの足取りも、より細かく描き出した。1963年の秋、オズワルドは、メキシコシティのソビエトとキューバの大使館を訪れている。この時 CIA は、現地で大規模な監視網をすでに動かしていた。その中心にあった盗聴計画は、メキシコの大統領自身の要請で始まったものだった。この計画はメキシコ軍の要員が運用し、ソビエトやキューバなど各国の大使館の通話を傍受していた。オズワルドの通話もこの網にかかっていた。ただし混乱もあり、CIA が当時オズワルドとして撮影した監視写真は、後に別人のものだったと判明している。黒塗りが外れたことで、CIA という組織の秘密の広がりも見えてきた。ある1961年の内部文書は、アメリカの在外公館にどれだけ CIA が入り込んでいたかを数字で記していた。大使館の政治担当官のうち、およそ 47% が CIA の要員で、パリの大使館では123人がその要員だったという。別の文書は CIA 自身が定款を超えうる活動として書き出したもので、外国の大使館への侵入や国内のジャーナリストへの盗聴、そしてソビエトへ向かうキューバ産の砂糖に汚染物質を混ぜたことまで記されていた。これらの工作の多くは歴代の長官や時には大統領にまで報告されていた。いずれも暗殺の謎そのものではないが、
なぜ長く隠されていたのかを考える手がかりになる。では公開された記録は、オズワルド自身が CIA の工作員だったのかという問いにどう答えているのか。暗殺の直後、CIA は自らの各部門を一つずつ紹介し、オズワルドに関する記録があるかを確かめていた。結果はいずれも記録なしだった。オズワルドのビザを扱ったキューバ領事館の職員もメキシコ当局に尋問されたが、暗殺との結びつきは出てこなかった。メキシコではある人物が、オズワルドがキューバ大使館で$5500の現金を受け取るのを見たと証言した。その金で暗殺を請け負ったという見方も広がったが、調査の結果この証言はほぼ作り話と判断された。CIA の内部の記録は、オズワルドが組織と結びついていたという申し立てを根拠がないと結論付けている。では、これらの文書は事件の黒幕を明らかにしたのか。2025年の記録を検証した歴史家たちの見方はおおむね一致している。オズワルドが単独で実行したという結論を覆す証拠は見つかっていないというものだ。単独犯ではないとした唯一の公式の判断は、1979年の下院の委員会によるものだった。その根拠は、事件当時の警察無線の録音にもう一発の銃声が残っているとされたことにある。しかしこの音響の証拠は、その後米科学アカデミーによって否定された。ただしその検証の手法にも異論が残っており、この点は今も議論が続いている。CIA がオズワルドの周辺を知り、それを隠していたことと CIA が暗殺を仕組んだこととは別の話だ。文書が証明したのは前者であって後者ではない。なお、公開を急いだために、存命の関係者400人以上の社会保障番号がそのまま流出するというずさんさもあった。ではこの8万ページ余りは私たちに何を残したのか。事件の黒幕の名前はついに出てこなかった。だが、文書が証明したことが一つある。CIA はオズワルドと衝突した反カストロ団体を密かに運用し、その事実を62年もの間伏せ続けていた。誰が殺したのかはまだ誰にも断定できない。だが国家が、これほどのことをこれほど長く隠せるということだけはもうはっきりした。本動画で取り上げた文書は、すべてアメリカ国立公文書館が2025年に公開した公式記録だ。原文は archives.gov/jfk で1ページずつ閲覧できる。ただこれだけの分量を一次資料から日本語で読み解くのは簡単ではない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に日本語で紹介していきます。UFO だけでなく暗殺、冷戦、諜報、公開された記録をこれからも淡々と辿っていきます。